人は過ちを犯してもやり直せると思いますか？遡ることおよそ18年前の2003年イタリア、若い男性と中年男性の2枚の写真を並べた写真が SNS で話題になったんです。左の男性は1978年に逮捕された連続殺人鬼、右の男性は2001年に逮捕された連続殺人鬼でした。この2人には数多くの共通点があったんです。例えば若い女性を狙っていたことや、考察した後に頭を砕く残忍な犯行方法、しかも逮捕につながった原因まで同じで、現場に大量の証拠が残っており DNA や指紋が簡単に採取されたんです。なぜここまでこの2人は同じような犯行に至ったのか。それはこの2人は同一人物だったんです。仮釈放中に最初の犯行と同じ手口で踏んだマウリツィオ・ミンゲラ。一体なぜ23年前と同じ罪を犯したのか。そこには彼自身にはどうにもできないある問題があったのです。おさす、いつかアルゴメトリーのバー作りたいです。ケンちゃんです。バーマスターのヤミヤミコです。ごくん。本日皆様にご紹介するのはイタリアの連続殺人鬼マウリツィオ・ミンゲラです。読みづらいこと好めない。でもさ、仮釈放中に再犯する、しかも同じ手口で、なんかそんな強いこだわりでもあったのかな。というわけで早速最初の犯行が一体どんなものだったのか見ていきたいと思います。羊飼いが見たもの。遡ること43年前の1978年4月、イタリア・ジェノバ県のサントルチェーゼという小さな町で事件が起こりました。異変に気がついたのは町に暮らす羊飼い。羊飼いたちはその日も何一つ変わらない日常を送るはずでした。しかし羊飼いたちがいつものように田舎道を歩いていると、道端に何か見慣れないものがあったんです。あれは一体何だろう。不審に思って近づいた羊飼いたちが見たのは衝撃の光景でした。彼らが見たもの、それは頭を砕かれた若い女性の遺体だったんです。犠牲となったのはアンナ・パガーノ。アンナは何者かに強姦された後暴行されていました。そしてこの事件以降4月から8月の間にジェノバでは女性が次々と強姦・殺害される事件が多発したんです。犠牲となった女性5人は手口はほぼ同じでした。被害者に性的暴行を加えた後首を絞めて殺害。それだけで随分と残忍な犯行なんですが、アンナの遺体を見た羊飼いたちはあることに気がついて恐怖に怯えました。アンナの遺体には赤い旅団が書かれていたんです。赤い旅団？何なの？幻影旅団みたいな。なんかサーカスかな？ハンターハンターじゃない。じゃあ、はい。僕今日黒い旅団です。そんなね平和なね、存在じゃないですよ。本当はそう。赤い旅団とは当時のイタリアで勢力を誇っていたテロ組織の名前。しかしテロ組織が性的欲求を満たすためにわざわざ女性を襲うでしょうか。一部のメンバーが独断で行う可能性はあるんですが、組織として行う意味が分かりません。ましてやその犯行現場に名前を書き記す意味などないんです。犯人は本当にテロ組織赤い旅団のメンバーなのか。そんなジェノバ市民たちの答えは犯人が逮捕されたことで判明しました。捕まったのはマウリツィオ・ミンゲラ。当時まだ20歳の瓦職人の男でした。なぜ警察はミンゲラが犯人だと分かったのか。実はミンゲラの体液がついたキッチンペーパーやミンゲラのメガネなど、事件現場にはミンゲラの存在を示す証拠が無数に残っていたんです。さらに遺体に書かれていた赤い旅団の文字も逮捕の決め手になりました。実はミンゲラはイタリア語で赤い旅団を書くときにスペルミスをしていたんです。自分たちの名前を示すのにスペルミスをするテロ組織なんてありえないですよね。警察は最初からこの一連の事件は赤い旅団の犯行ではないと分かっていたんです。ミンゲラもちょっとうっかりしすぎにも程があるでしょこれは。実はねミンゲラの IQ はなんと70しかなかったと言われてるんです。 IQ って結局何？頭の良さってこと？実は IQ ってねその、知能指数みたいな、頭の良さをね表す数字みたいなイメージがあると思うんですけど、実はそんなね単純な話じゃないです。というわけで本日のメトラーキーワード、皆さんが知っているようで知らない IQ について。IQ は知能指数。簡単に言うと知能が年相応に成長しているかどうかを示す値。例えば10歳の子供が10歳の子供の平均的能力を持っていれば IQ は100になるんです。能力が平均に満たなければ100未満、能力が平均以上にあれば100以上になるんです。ミンゲラの IQ は70、つまり平均的知能よりも劣っていたと推測されるんです。ミンゲラの IQ が低かったことは様々な証拠を残しただけではなく、構成がうまくいかなかったことも関係していたんです。 IQ が低いことが再犯につながるわけです。
の単純に。刑期の切れないね非行少年たちっていう、本でもね話題になったように IQ が低いっていうことによってね、罪のね理解とか、公正のね意思みたいなものが妨げるきっかけになるんです、ですがね、あくまでも再犯の理由の一つにしか過ぎないんです、確かにそうよね。環境とかが正確に大きく影響するわけだからね。実際ね、ミンゲラのねこう IQ が低いっていうのも、原因としてあったのかもしれないですけど、実はね彼の生い立ちに原因があると考えられているんです。度重なる悲劇。ミンゲラは1958年のイタリア・ジェノバで生まれました。両親と兄弟4人とごく普通の生活を送っていたんですが、ミンゲラが6歳の時に両親が離婚しました。ミンゲラの人生が歪んだきっかけは母親の再婚相手。この男性は重度のアルコール依存症で、ミンゲラのような子供にも容赦なく暴力を振るっていたんです。まだ幼かったミンゲラはいつか父親の首をロープで絞めて殺すことを夢見るようになったと言いました。結局この父親にミンゲラが復讐することはありませんでしたが、暴力を振るわれていた経験がミンゲラ自身の暴力性を引き出していたんです。ミンゲラはどんどん粗暴になっていき、ボクシングを始めたものの試合外で相手を殴って大会処分になってしまっています。学校でも同級生の首を絞めたり暴力を振るったりしていました。やべえな。だから殺害方法が首を絞めるっていう行為だったわけね、これは。確かにそうかもしれないですね、ということはさ、そのミンゲラがあんなひどいことをやったのは父親のせいってことでいいの？それもね原因の一つだったのかもしれないんですけど、他にも原因があったと考えられているんです。ミンゲラがまだ10代半ばだった頃、彼の兄が交通事故でこの世を去ってしまうという不幸がありました。家族と共に遺体安置所を訪れたミンゲラ。家族が悲しみに暮れる中、ミンゲラだけは取り憑かれたように兄の遺体を見つめていました。一体なぜなのか。ミンゲラはいつしか遺体そのものに魅力を感じるようになっていたんです。さらにそれだけではなく、兄を失って悲しむ家族の様子を見て興奮を覚えたとも言われているんです。1977年、19歳になったミンゲラは当時15歳の少女ローザンマン・フレディと結婚しました。一見すると幸せな出来事なんですが、さらなる悲劇がミンゲラを襲います。なんと結婚したばかりの妻フレディは流産とうつ病で苦しみ、薬を過剰摂取して死亡してしまったんです。このあまりにも重すぎる精神的ショックが翌1978年の連続殺人事件を引き起こす引き金になったとされているんです。父親からの暴力、兄の死、結婚したばかりの妻の死、まだ10代のミンゲラに降りかかる数々の悲劇がミンゲラを完全に狂わせてしまったんです。やっぱりでもこうやってさ、毎回こうだけど生い立ちが大きく影響を及ぼしちゃってるわけよね。とはいえね、同じ生い立ちでもね、罪を犯す人っていうのはごくわずかなんですよ。でもね、まあそれが人を殺していい理由には絶対なんないんだけど、環境がきっかけになっちゃうってこともあるわよ。いやでもなんでこんなやばいやつなのになんで仮釈放されちゃったわけよ、ミンゲラは。実はミンゲラはですね、収監中はね、すっごいちゃんとしたね、模範囚だったんです。仮釈放の末路。ミンゲラは自分の無実を主張し続けていたんですが、事件現場に残されていた大量の証拠からしてミンゲラが事件の犯人であることは間違いないんです。1978年、ミンゲラは裁判で終身刑を言い渡されました。ミンゲラは服役中も無罪を主張していたんですが、刑務所の中では従順に刑務所の更生教育を受け、社会復帰のためのコミュニティにも参加していたんです。暴力的だった頃とは異なり、ミンゲラは模範囚扱いされました。そして事件から17年後の1995年、ミンゲラが37歳の時にイタリア当局はミンゲラの仮釈放を決定。再びイタリア社会に戻ったミンゲラは大工として働き始めたんです。ミンゲラは再婚し、2人の子供を設けて仮釈放中といえど幸せな家族生活を送っていました。ひどい10代を過ごして荒れていたものの、40手前で人生をやり直すことに成功したミンゲラ。もうミンゲラは危険じゃない。1978年のような事件はもう二度と起こらない。イタリア中の誰もがそう信じきって安心していたことでしょう。しかし仮釈放から2年後の1997年、ミンゲラは17年前と同じ手口で女性を強姦し、首を絞めて殺害してしまうんです。ミンゲラの殺人はその後も断続的に行われ、1997年から2001年にかけてミンゲラは強姦殺人を4件引き起こすんです。もうなんで？しかも事件現場に多数の状況証拠や体液が残っていたのも17年前と同じ。首を絞めるのに使った指紋のついたスカーフまで残していたんです。ミンゲラの指紋や DNA は簡単に割り出されました。17年前と同じ動機、同じターゲット、
同じ手口、同じ無計画さ。刑務所で更生していたはずのミンゲラが一体なぜこんなことを起こしてしまったのか。ここでもミンゲラの IQ が影響していたんです。実はミンゲラは小学校の時点で留年していました。12歳の時点でまだ小学1年生だという記録も残されているんです。事件後にミンゲラの精神状態を診察した医師はこのように語っていました。ミンゲラは長期の拘禁期間やリハビリの影響を受けずに罪を犯すという珍しい能力を持っている。2001年仮釈放中だったミンゲラは再び逮捕されました。逮捕されたミンゲラは今度は模範囚とは程遠い態度を取ったんです。なんと収監中に2回も脱走を試みようとして失敗し、その態度にイタリア中から怒りや呆れの声が集中したんです。初犯である1978年と再犯の2001年の両方の顔写真がネットで出回り、海外の SNS で話題となったんです。2016年にはミンゲラの18歳の息子が傷害事件を起こし逮捕されました。かつて酒に溺れて暴力を振るっていた父と同じように、自身も暴力の連鎖を息子につなぐ父親になってしまったミンゲラには今度こそ終身刑が言い渡され、現在も服役しているんです。いや、ヤミコさん、僕驚いたんですけど、なんとアルゴメトリーの視聴者さんの中にはですね、メトロアさんの中にはなんと、僕らが火曜日、木曜日、土曜日の19時に動画公開してるの知ってる人がいたんですよ。おい、みんな知ってんじゃないの？あ、そうか。知らない人もいるんですよ。知らない人は通知ボタンを押すとね、動画公開した瞬間に通知行くんで、はい、最速でね、見てほしい。やっぱ動画ね、生ものなんで、出来たてほやほやの動画見てほしいですよ。ベルマークチュッ。だからベルマークチュッてしたら通知行くよって。学校で集めるあれじゃなくてね。あ、ベルマーク。あれ何でしたっけ？あれ集める。金もらえんじゃない？汚ねえな。チュッ。チュッって言えばいいだ。